が2個。10個入り2つください。5個入り1つ。ありがとうございます。あ、いいえ、ありがとうござい町の駄菓子屋さん的な感じでやってるんで、美味しいって言ってくださるお客さんが多ければ多いほどやっぱり長く続けられますよね。それが一番ですね。なんか来られる理由とかってあるんですか？美味しいこの味一筋で幼稚園の頃、ソウルフードで。ソウルフードですか？熱い美味しいよ。安い、美味しい。他のところにないような味ですかね。はい。ありがとうございます。大丈夫ですよ。じゃあ、今ちょうど焼いてるので用意しておきますので、はい、はい、ありがとうございます。失礼します。10個入りと5個入りを1つずつください。10個入り3個と、5個入りが2個。10個3個と5個が2個ね。はい。かつね、お釣り先に持ってってね。はい。気をつけて。中で食べます。どうぞ、美味しく食べられますか。どうぞ、暑いから気をつけてくださいね。すごく暑いです。つまようじこちらにあります。出していきますね。あ、そんなのあるね。
お寿司屋さんとかがネタに使うようなタコを使っていて、タコの味がしっかり出ると思う。甘みとかもそれが一番多分こだわってるとこかな。本当だ。太さが分かりにくいですね。落とさないと鉄板に季節とか気温とかいろんな面で、もうみんな感覚でやるんですが、本当にもう難しいです。一番メインに出るのはやっぱり醤油の味が出てて、ちょっと生地の中はそうした味付けはちょっといろいろちょっと言えないところがありますけど、もうずっとこれでやってるんで、オープン当初から多分ほとんど変わってないです。1日どのぐらい作るんですか？そうなんですね。どれぐらいと言われるとちょっとあれなんだけど、土日はもう結構な数を作るんで。でもなんか何千個とかのレベルですか？あ、そうですね。そんなくらいです。そんなくらい。ありがとうございます。失礼します。2つください。お麺に大きいやつ。中涼しいでいいね。はい、ごめんなさい。これで置いてか。そうね、だからさ、飲まなきゃいけないから、食べたんだけどね。まあ、そうとかでいいよね。気をつけて。去年か会社をちょっと早期退職して入ってもらったんです。そうなんですね。先に言っとくけどいとこなんで。あ、そうなんですか。だって子供って言われたら困るけど。メインの母がいるんだけど、最近もう表であんまし焼かずに裏仕事したら帰っちゃう。もともとはメインで母がやってた。13歳の時の10月に母がやり始めたんで。長谷川さんがじゃあオフィスに入られたのが多いんですか？オープン当時からなんだかんだと手伝っていて、それこそでももう20年ぐらいは出てると思います。はい、うちずっと商売やってるんで、祖母の代から。祖母が下駄屋さんをやってた時に、下駄屋さんの一角で母がやりだした時から一番最初から来てるお客さんも見えます、今でも。でもこれタダでもらったら今日はラッキーなんだ。お裾分け。ありがとうございます。ありがとう。じゃあこれも。ありがとう。10円しかしてないのに。ありがとう。ありがとうございます。結構な頻度で来られるんですか？来たい時は来ます。あ、そうなんですね。美味しい。美味しいですか？なんか他のお店と違うとこって何かあります？安い。
美味しい。私関西圏に住んでたのですごく美味しかったんで。じゃあ関西の人でも味が美味しいです。美味しいと思えるところなんですね。柔らかいし、だしの味がよく効いてて美味しいです。すごい。袋かわいいね。かわいい。5個ください。2000円なんか。おかしい。ありがとうございます。すいません。もう1個ください。10個入りをそうだね。15個ください。15個。はい、どうぞ。ありがとうございます。こんにちは。10個入り3個ください。1200円ですね。10個3つください。4000円。ありがとうございます。10個入り2つください。はい、どうも。ありがとうございます。いらっしゃい。10個入り1つください。はい、ありがとうございます。いらっしゃい。食べてかれますか？はい、おいくつですか？15個。15個。はい。来られるんですか？いや、初めて。あ、そうなんですか。どうですか、お味の方。熱い。美味しいよ。美味しいですか。はい。なんかこういったそのソースとかマヨネーズがかかってないとかって聞いたあ、それことありますも聞いてた。あ、初めて。そうなんですね。へー。
いらっしゃい。おいくつですか？はい、食べてからます。あ、もうお帰りです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。2皿ください。10個入りを1つください。ありがとうございます。800円お返しますね。ありがとうございます。200円お返しですね。ありがとうございます。どうぞ。3つ、はい。1200円ですね。ありがとう。あ、もう。10個入り1つください。毎回来てで美味しかったのでこっちに1年前ぐらいに引っ越してきたんですけどで今ちょっと近くまで来たのでたまたま買っていこうかなと思って。なんかそうそうそう。
個入り2つください。今日は持って帰るで、なんだったっけ、5個3つ。はい、持って帰る。友達が待っとるで。600円ですね。ね、ありがとうね。はい。どうぞ。10個入り1個。はい。10個入り1個。ありがとうございます。10個入りを3個。熱いわ。たこ焼き10個と、でかき氷欲しいんだけど。何色？いちご。いちご。じゃあお待ちくださいね。これ入れます。昔から来られてるんですか？昔から来てる。どのぐらい前からですか？どれなりやろね。何年言われるとね、結構長いもんね。お好きな部分とかって？醤油が珍しいのかな。他やとソースが多いでしょ。うんうん。で醤油がいいもんなるほど。で、味もちょうどいいしさ。10個入りを4個で。10個入り1つ。
お二人働かれてもう結構長いんですか？20年ぐらいは。20年ぐらいですか？バイトとか出ると20年以はい、いらっしゃい。たこ焼き出してきます。なんか来られる理由とかってあるんですか？美味しい。もうこの味一筋だよね。そうなんです。結構ペロッといっちゃいます。ペロッとペロッと、もう他で今日いっぱい食べてきたから入んないよねって言いつつ足はこっちへ向かって。デザートに食べようかっていう。10個入り1つください。ありがとうございます。まだあった。20個。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。焼きたてがあったら焼きたてが欲しい。ちょっとお待ちください。15個。濃い湯2つください。3つ。10個入り。ね、ありがとうございます。200件。よく利用されるんですか？あ、たまに行きます。あ、そうなんですか。どのぐらい前から来られてるんですか？もうここに前住んでたんで、その時からもうずっと来てます。何かお気に入りの部分とかってありますか？もう昔から美味しいし、はい、食べてます。そうなんですか。他のところにないような味ですかね。はい。いらっしゃい。10個2つください。食べていかれます？お待ちくださいね。お二人よく来られるんですか？近所だ。あ、そうなんですか。もう結構昔からですか？まだ幼稚園の頃。親子。あ、そうなんですね。へえ。でも子供から慣れ親んだ味ってことですか？ソウルフードです。ソウルフードですか？あとソース。やっぱ長年通っても慣れないですか？ありがとうございました。
食べていかれます。はい、ありがとうございます。ちょっとお待ちください。ありするんですか。いつもします。じゃあ1人20個ずつ。いけます。じゃあお昼ご飯の代わりなんですか、じゃあ。そうです。あ、どうぞ、ごめんなさいね、お待たせしました。上から気をつけてくださいね。あ、いらっしゃい。食べてかれます。おいくつですか。はい。焼けたら出します。お待ちくださいね。どうぞ、暑いから気をつけてくださいね。爪楊枝こちらにあります。あ、はい、じゃあいただきます。100円お返しですね。ありがとうございます。ありがとうございます。暑いからじゃあ気をつけてくださいね。結構暑い。あ、そうそう、ここの前で。なんか今後どうしていきたいとかってありますか、瀬川さん。いやもうこの状態がずっと平坦に地味に続くのが一番いいかなって思ってます。うちの先代が手打ちは機械を使わない、そういうこだわりがあって、本当の純手打ちだね。エビ天から消し麺ですね。麺がすごいもちもち。めちゃくちゃ美味しいし、店主が大好き。4代目になる。でここは108年目か70年とか通ってる人いる。スタミナうどんとかね、煮込みうどん、こういうのが主ですから。ご飯が食べたくなるよ、うちの味噌煮込みは。はい、いらっしゃい。はい、どうぞ。もう多分これがこう開けると今度ガスになっちゃうから、もうお灯油の釜作ってないからさ。佐野さんは何代目なんですか。4代目になる。でここは108年目か。一番最初の歴史はひいばあちゃんが料亭の娘で、ひいじいちゃんが丁稚に行ってそこで修行しとって、そこから瀬戸へ出てきて、本当は蕎麦屋やるかなって言ってたんだけど、うどん屋がなかったんで、うどん屋をやる。そこの料亭の名前が門木っていう名前だったんで、うちのひいじいちゃんが光三郎っていう名前なんで、光
をと門木を取って門光って名古屋城のお堀のとこにあった料亭なんで、80年前はあったってことはね、空襲があってから80年経って、その時に燃えちゃってなくなったんで、出てきてからも20何年はあったんかな。すごい歴史があるんですね。歴史がわからないからさ、ひいばあちゃんやひいじいちゃんおらんからさ、この店がまあなくならないように頑張るんだけど、もしなくなったとしても誰かが覚えててくれたら嬉しいよね。佐野さんは今おいくつなんですか？57歳になります。お若いですね。あ、見た目が子供はまだちっちゃいんで、上の姉ちゃんが28やけど、下の娘は13歳なんで、中華そばやるんで。中華スープ鶏ガラとかなんですか？鶏ガラで。これね、一日中火つけてる。休みにもこれ悪くならんためにずーっと火入れに来て、正月の何日かの休みだけ空にしちゃうけど、あとはずーっと持たしちゃう。店来るのは365日かな。長期休みとかも取らないんですか？その時は何か考えて誰かに火だけ入れてもらうように。年末は31日2時ぐらいまでやるんで、年越しそばやるんで、朝方寝て2日休んで、3日目がここで大概新年会なんで、慣れないお酒を飲んで新年会やりながら年明けのスタートの仕込みをしちゃうんで。お酒飲めないんですか？あんまり飲めないです。楽しいで飲んじゃうんですけど、その時は。でも体が偉いんで。ソーダガツオとムロサバにムロアジ。味噌煮込みが出るときはね、むちゃくちゃ出し取らなかんもんで。冬場はもうほぼ味噌煮込みが出ますか？味噌煮込み多いね、うちは。夏でも辛い味噌煮込みあるんで、スタミナのニンニクと赤唐辛子が入ってる。これはすだちのうどんの白つゆ冷やさなあかんもんで、これに入れて、結構な色がつくでしょ。コロ作るんだけど、コロの冷たいうどん作る時のために半分ぐらい冷やして、これはかけうどんとのつゆだけど、それと違うのを合わせてコロの下地作るんで、開店前まで水で冷やしといて後から合わせる。冷やしたうどんの下地と、うちは丼もんの下地ある、カツ丼、天丼、そんなやつをブレンドして、金飛びの志賀製粉っていうとこ、金飛びさんが多分一番最初に売りにしたやつかな。一回変えてみたけど、うちは昔からこれやからうちの先代がで、うちは機械を使わないってそういうこだわりがあって、これが一番大変なんだけど。足で踏んだりしないんですか？一人よ。その前に手でこね取るとこが少ないやら。機械はじゃあ一切使わないんですか？機械はね、中華そばとおそばを切るのに使うだけで、うどん、きしめん、煮込みに関しては本当の純ってうちだね。うどんはどのぐらい休ませるんですか？さっき踏んだやつは、はい、またもう一回踏み直して1時3時ぐらいまで置いといて、そっからちぎり出しやって30分1時間ぐらいしたらもう一回きれいに。ほんで出すのは大概明日からやからね。暑さと湿気とでうどんもなかなか大変なんですよ。昨日の湿気でね、うどんがちょっと柔らかめになっちゃうのかな。茹でるまで吊るすんですか？いや、そんなことない。乾いたらしまって、最終的には昼前にもうあと2枚ぐらい打って、ピークの12時ぐらいにここにかけてあるやつを
今日も湿気強くてムシムシして湿度が高いとしっかりとかかってない状態になるかもしれないんで、気にして湿度っていうか塩の部分を多くするんだけど、昨日の夜とかもっとあったと思うからさ、亀の中で寝かしてるうちに乾燥させるとしまう時にはつかなくなる。虫みたいに手で切って手で伸ばしてってやっとるところはこうやってやった方がいいよね。このままかけてくれればまあいいけど、ひどい時はこうやってブチブチブチって切れて弱いところから落ちてっちゃうんで、やっぱカラッとしないから乾ききらない。今も湿度 60% やけど肌が綺麗になるんで、この間豊揚さんに教えてもらったとこやけどね、俺はもう一回踏むよって言って、俺もそうしようかな。豊揚さんはうちの芋うどんが世界一うまいっていうらしいでほんで13キロぐらいかな。大体1日ってどのぐらいお客さん来るんですか？土日の忙しい時だとマックスで200で、今これが売っとるのが80いくつかな。そばや煮込みや中華そばで丼もんがあるもんで、うどん自体は100ぐらいかな。中華そばも人気なんですか？中華そば結構出るね。返しうちのおふくろが嫁ぐ前から変わってないと思う。お母様おいくつなんですか？84で。まだお店に立たれてるんですか？立ってますね。あ、自然薯10年以上。あ、珍しいですね、うどんに入ってる。それがあれで遠方から結構食べに来るんで、10月の半ばから今年は4月の終わりがけぐらいまであったけど、取れる取れんもあるんで、こうもこんだけ変わってきてるんでもう分からんけど、旬は12月から2月ぐらい。その人の好き不好きがあるからさ、最初の頃は青臭い、でもそれが好きっていう人もいるし。芋の味を感じられるものなんですか？もちろん全然違う。1日どのぐらい炊くんですか？多い時だと4升5升ぐらい、暑い時だと半分ぐらいになっちゃう。冷たいうどんばっかりになっちゃうんで。これ無理じゃない、もう切るよおでんって1本いくらなんですか？100円で。安いですね。まあこれでもね、あげたんだよ。1年中やってるからさ、夏場でも空になる時は空になるよね。売り切れたら終わりですか？じゃあ。いや、まあ足しながらやっちゃう。土日忙しいんで間に合わなくてもう入れても入れてもっていう時はありますけど、多い時だと何本ぐらい出るんですか？丸と空になるで200本ぐらい出る時があるんじゃないかな。おでん自体のメニューも昔からなんですか？そうですね、僕は子供の頃からあったと思う。これは冷たいうどんの汁でちょっと甘いんで、これで味が整うんで。まだ角丸さん行ってない？お水の代わりにだしで、具材はもう昨日のうちに炒めて味付けしてあるんだけど、茶碗で15杯ぐらいかな、4合ぐらいだけど具材が入る分で5合ぐらいになるかな。もうこんだけしか炊かないんで1日。姫たけのこってたけのこがあるんで、これみんなおでんの具材とかしわとたけのこ。カジキはもう定番メニューですか？そうですね、定食につくんだけど、カジばっかりです。瀬戸の市場から買わさせていただいて。定食の天ぷら選ぶと、この3種類と玉ねぎの天ぷらがつくっていう、白いご飯か五目飯かあって、結構ボリュームありますよね。まあね。これはね、去年から始まったメニューの鶏天すだちおろしっていうやつの柏の天ぷら。一回揚げといて、2度揚げするとカリカリっと揚がるんで、増えてくもんで、だんだんやることが増えてく。昔ながらのもんなくすとさ、たるがある人がいるから。今何品ぐらいあるんですか？うどんそばと全部いっちゃったら100とかぐらいになっちゃうんじゃないかな。私は門水のおばあちゃん、5月で84年。すごいお元気そうですね。
ってな。そうでもないですけどね、まあ何にも仕事やらずにおると頭がボケておかしくなるでしょ。やっとった方がいいでやってます。私は揚げ物、薬味を切ったりね、野菜の皮むいたり掃除したりでやることがいっぱいあるでしょ。揚げ場だとやっぱ経験がないと。60人やる。このお店自体は何年ぐらいなんですか？前はね、100年のよう経っとった建物だったけど、壊して建て直ししてから52年、初めからここの場所だよ。これこう両方ともみんなで真ん中だったから、後ろも前も全部ね、子供さんたちももうみんな嫁に行ったりとかで、孫ができても亡くなっとる人もあるでしょ。昔はね、朝8時ぐらいからこう仕込みがあるから入って、夜12時まで営業してたんですよ。10時半ぐらいから。おはようございます。はい、おはようございます。母ちゃんの同級生で豆腐屋のおばさん、豆腐を持ってくるの毎日何十年もずっと通っとらせる人だよ。お客さんが定食とか頼まれるとちょこっと何かつけてあげたいもんだからおまけでつけとる。でもなくなったら終わり。昔から来てくれてる常連さんもいますか？親子3代ずっと続いてきてる人もいる。陶芸家のね先生の息子さんなんかでも今息子さんが先生で頑張ってやってみるけどね、息子さんがまたずっと来てくれとる。土地柄の陶芸家の方とかいらっしゃるんですね。多いですよ。瀬戸はやっぱり陶器の町だからね、いろんな人が見えるでね、ありがたいですわ。おじいちゃんが来てお父さんが来てまた息子が来て、東京の大学に行ってね、瀬戸を離れても来ると門水のうどんが食べたいでって言って一番先に言うって言いやすね。ずっと来てもらっとるってことはまあなんとか国に来てもらっとるかなと思って。こういうね、切り干しでもね、私たちと同級生のおばさんがね、無農薬で大根作ったやつで、自分で手で切ってるからね、なんで連なってるの、こうやって。こんなになっとるがんってて、お客さんが思うかもしれんけど、ほんでもう、体にはうどんの出汁でこうやって煮てるから、ちょっとはいいかなと思うね。今はみんな添加物ばっかりもんね。煮物とかにされるんですか、これは。彩りがいいもんで、ちょっとこうつけたりとかね、たけのこの味噌和えの横にこれをくっつけたり、サラダに入れたりするの。お客さんもみんなだいぶ昔と変わってみんないろんなもの食べるようになったよね。やれないことはやれないけど、まあやれることならと思っちゃうもので、だんだん仕事が増えてくね。これを煮たつゆが返しになる。の上に乗せる大豆なんだけど、唐揚げが変わってて、生姜とニンニクのこのベースのタレを唐揚げに絡ませが唐揚げなんだ、うちのね、はい、その唐揚げのタレを使ったまかないに作ったようなやつがメニュー化して、だから増えていっちゃうね。これはメニューにでまあ冷ましといて冷たいうどんにのせて、出汁を見るために一杯味噌汁飲んでおでんを食べるとある程度わかるんで、はい、食べよう。麺はすごかったよね。俺もうどん入れて、はい、いらっしゃい。
はいどうぞ。じゃあ大エビとか。あ、おエビにしようかな。大エビ天から出るね。冷たいやつね。こちらにしましょう。何でも選べますので。きしめん。大エビ天からきしめん。あとエビおろしきしめんです。入れて横。エビおろし。お待たせしました。エビおろしになります。エビおろし。これ大エビなので。こちら大エビね。それから五目と白大盛りカレーうどん。はい、ありがとう。もう花ちゃんも何粒目くらいですか。どんな転職をお探しですか。これはない。昔ながらの SB で。どうですか。後で何より。はい、いいですか。はい。何、冷やし中華の定食ね。そうそうそう。何あるんですか。冷やし中華定食。なんか一人で麺がすごい求めて、麺が美味しいです。初めてです。初めてですけど、グループホームをオープンしたものなんです。昨日から内覧会やってるんですけど、そこに来られた方々もここは本当美味しいから行った方がいいよって昨日も言われたんで来てみました。これからご近所なんでちょこちょこ来させてもらおうかなと思ってます。冷やし中華定食。骨盤が後ろに倒れているなりやすいのが特徴になります。骨盤周りの歪みしっかりできる秘密を教えていただきます。ご覧のようなパネルをいくつも驚かれると思いますよ。そしてなんといっても今回のよく来られるんですか。週2ぐらいかな、昔から。おすすめのメニューあります。ここは手打ちうどんとかスタミナうどんとかね、煮込みうどん、こういうのが主ですから美味しくいただける。なくなる頃に。で、出るで見てよ。いろんなことばっかしゃべる。二度揚げすることによってカリッと。これは特に味付けとかは全くなし、すだちが乗ってるんで、1個乗って半分ずつ、1つはつゆの方にかけて、1つは鶏天の方にもかけるとさっぱりしても、それだけで十分、だしもあるんで、それで十分食べれるんで、ね、サクッと。はい、いらっしゃい。で、運営会社の方しまして、はい。
初めてですか？これ初めてじゃない。何回も来てる。今日は何を頼まれたんですか？一番目についたで、鶏天すだけうどん。どうですか、お味。いいんじゃないですか。はい。はい、ありがとうございます。カレー丼と野菜サラダです。あ、本当。あそこも100年近いね。安くて美味しいって言ってみえたね。店で忙しい時だと2時までに100人回すね。30ちょっとぐらいかな。じゃあ3回転ぐらいするんですね。3時間でするね。土日になら80ぐらいは来る。はい、いらっしゃいませ。はい、どうぞ。機械で作っとるわけじゃないからさ、太さもいろんな太さがあるから、茹でる時間の基本を13分にしてるけど、15分かかるやつもありゃ10分で上がるやつもあるんで、ちょこちょこ見ながら。おじいちゃんが言っとったけど、麺は面倒見ると。だから釜の中入ったら色を少しずつ足してさ。ちょっと固めに茹でといて、でここからまだ湯の中に1回くぐらして戻してあげると、ほんとツルツルっと食感が出るんで。わかる？艶が出たの。どのぐらい前から来られてるんですか20年ぐらい。あ、そうなんですか。会社が近いから大体きしめん。一番ね、慣れるとこっちの遅いからだいぶ違う。大事なお客さんやね、本当に。中国ぐらいから。そうなんですね。慣れちゃっとるからさ、そう思っとるのは俺だけかもしれんけど。びっくりするよ、70年とか通ったりするんで。ロースの長いの1本買って、とんかつは用意ます。うちは肉をね、70年とか、ずーっとその関屋さんっていうところでおかずは買ったことがない。そこもいいものを持ってきてくれるね。お豆腐屋さんもずっとですか？で、私が嫁に来る前からもっとずっと買ってるから、もう70年、80年ね、もう長いですよ、本当に。親の代からずっとです。で、昔はね、オラード使ってたけど、もうさっぱりがいいもんだから、サラダオイルしか使ってないの。で、ほんで。仕事楽しいですか？他のことをね、何もかも全部犠牲にしてこの店ってやってきてるから考えられんね。あんまり長く休むともう
退屈でしょうがない。こういうことをやって一日があっという間に過ぎる。煮物やったり漬物やったり、これからきゅうりができるときゅうりのからし漬けとかつけとくとものすごく美味しい美味しいってね、お客さんが分けてくれって帰りに買って持ってかれる人もいるぐらいで、そういうのが自分の生きがいみたいなもんだよ。忙しいとね、こんなんが満タンになる。はい、味噌カツ。天ぷらもサラダ油？もちろん毎日新品。胃もたれ専用ね、油がきれいだから。だしきしめんところうどんでお願いします。小カツ丼映れるよ、あげも。天かすやったってよ。写真見ますみたいな。すだちめっちゃ美味しい。私は何回か来てて、初めてめちゃくちゃ美味しいし、店主が大好き、喋りやすくて顔も覚えててくれたり、近くでお店やってる飲食の方がすごく来られてて、その人に連れてきてもらったんですけど、みんな仲良くてアットホームな、楽しくて今でもたまに来ます。今日2人結構がっつりっすよ美味しいんでペロリです。なるほど。じゃからうどんから串中華。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございました。はい、お待たせしました。エビ天から串麺ですね。じゃあ、なかったかなと思って、すいません。とろうどん、とろ串中華です。
このうどん屋20歳ぐらいの時に1回戻って23ぐらいの時にまた出てって40に戻ってきて代が変わって 9年目。お父様はまだ亡くなっちゃってね、親の言うこと聞くような子供じゃなかったけど、たまに親父が喋ってた言葉が思い出されるよね。つじつまが合ってくることがたくさんあって、親父たちはやっぱ苦労して育ててくれたなっていうのは、この仕事の大変さを知ったら感謝が増えるよね。やっぱ頑張ろうかなじゃなくて頑張らなあかんって思いますよね。取る時はあるけど、でもその時だけは1時半でもあかんがやって言って1時半の時に出汁を通り始めたけど、もう空になったんで3時ぐらいに1回店閉めて、でも表で大垣から来てるんで外で待ってますからいいですかね。その間に出汁作って麺もう1回打って5時ちょっと前ぐらいに開けれたもんで、まあ、そんなようなこともあったね。はい、いらっしゃい。よいしょ。いらっしゃいませ。製麺技術はやっぱお父様とか自分がやれなくて悔しい思いした時があって、先代に教えてくれんかって言ったら分かったって言って、朝早くみんなが来る前に3日間教えてもらって、その後にまあ子供の頃から見とるで俺直したので、まあ自分でやってみろってで、そのまんま親父に最初に教えてもらった塩の加減とかそういうやつで自分でやって、でも硬くてうどんが硬いんできしめんまで伸びない分厚いきしめんができて、量考えたら親父がこんだけぐらいの水を入れなさいって言ってから、季節によっては塩水が足りなかったりするんで加水しなきゃいいんだけど、その加水をしずに無理やり僕がこねちゃって踏んでたから、それは伸びないんだよね。しばらくしてからって分かって、それからは良くなったけど。怒られることあんまなかったんですか？よく喧嘩しました。今思うといい親父で、この仕事大変だからこうやってやってくれたなって思うと、昔は出前とかもやってたんで、雨の日とか雪の日とかにも出前して食べさせてもらったなと思うと、本当に感謝しなあかんなって思う。まだ肌が汚いじゃないですか。2時間ぐらい経ったらもう一回本丸、このまままた亀の中にしまって、今度の会も子が来るじゃんね、練習しに。一緒にどっか行くんだけど、どこにしようかなと思って、一番最初は豊川家に行って、次が猫がほら恵比寿屋さん、パリパリのやつ、うちもやらさせてもらうもんです。あ、そうなんですね。パリパリが美味しいからさ。人見知りうどんっていう名前のメニューになるんですか？もうそう金貝さんどうですか？まだまだ時間かかるよね。でも煮込みはさ、なんとか出してるからさ、俺も食べに行ったけど美味しいし、よそで食べる煮込みと思ったらうちに近いなっていうのはやっぱ思うね。俺が教えたやつやで、まあもちろんそうなんやけど、これから先頑張って手打ちがやれるようにって本当に思ってる。いい子やもんね。スタミナの味噌煮込みとか中華とか、そういうのにこれを入れて使ってるね。ニンニクと唐辛子、これからニラで、夏バテ防止でさ、こういうの食べるといい。干してさ、これできれいにしたやつをこうやって皮むいて、これをまたこれスライスして入れて使ってる。ものすごい数のニンニクだよ。手がね、ものすごくね荒れて痛い。でそれをね、どこどこで買ったやつ何月何日って書いてね、冷蔵庫の中に入れといて、これもみんな私の仕事。やっぱりこれが食べたいで来る人がおる。なんで
ご飯が食べたくなるよ、うちの味噌煮込みは。いろんな中華料理があって、チャーハンも優しい味で美味しいです。すごい。辛ベーグルがセットのカラーです。僕は10代が安くて美味しい。いろんなメニューがあって値段も安くて味もすごい美味しい。ホイコー用セット、ホイハンセットの麺7番、バリーソブ。ありがとうございます。結構もう勤務されて長いですか？長いですね、もう30年弱ですね。そうなんですね。でも餃子も30年ぐらいの。そうですね。私が自分であったらいいなこんな店っていう感じで、自分の好みの店こんな風だったらいいなっていうので、創業ちょうど今年で48年になります。メニューの値段とかって変えました？多少なかなか少しずつですけれども、ただそんなには変えられなくて。ラーメンとかって創業時いくらだったんですか？多分380円ぐらい。そんなに変わってないんですよね。あ、今はおいくらなんですか？今480円です。安いですね。ラーメン。長くお勤めになられてるんですか？
30年そうなんですね。もう一番年寄りです。皆さん若い子ばっかりで、もう76になります。そうなんですか。でも50円からやめれないんです。どういうお客さんがいらっしゃるとか。平日はサラリーマンの方が多いですね。ボリュームがあるので、であと土日はやっぱり家族で見る方が多いですね。食べました。20個お願いします。はい。失礼します。ごめんなさいね。ありがとうございます。台湾停止。こっちが普通の停止。結構人気ですね、はい。おかげさまで。ありがとうございます。電話でもね。3月
でよく来られるお店なんですか？テレビで見て。あ、テレビで見て、あ、そうなんですね。 DJ コウさんがあ、はいラーメンを食べてるのを見てて。あ、そうなんですね。はい。はい、ハラペーニョお願いします。味噌台湾で変更ね、間違いない。チャーハンから出てたと思うんですけど、そうですね。1日どのぐらいの量が出るとかっていうのをご存知だったりしますか？ちょっと把握してないです。でもまあかなりは出ます。そうですね。はい。大体のお客さんが注文されるんですか？多いですね。3番追加オリーブ唐揚げ。鶏飯セットの麺7番。
11番豚骨セットタンタンの味。4点市販ですね。唐揚げのセットのチャーハンと唐揚げとラーメンお持ちしますね。はい。お待たせしました。はい。何してんの？召し上がってみてどうですか、第一印象。美味しいです。あ、よく来られる感じですか。僕は初めて。あ、そうなんですね。あ、そうなんですね。なかなか来れなくて。あ、そうなんですね。もともとご存知ではあった。はい、あ、そうなんですね。ありがとうございます。いいです。まあこの時間はこんな感じですか。はいありがとうございます。すごい。ご家族でよく来られる形です。そうですね。いろんなメニューがあって、まあ値段も安くて、味もすごい美味しい。はい、ありがとうございます。レバーですね。す
失礼いたします。唐揚げのセットのお客様。はい。今麺きますね。はい、失礼いたしますこのお店はご存知で昔から来られてるような形なんですか？そうです。あ、そうなんですね。このお店の魅力とかここがいいんだよなみたいなところってあったりしますか？種類が豊富なところですかね。種類が、なるほどなるほど。いろんな中華料理があっていいなと思って、僕もよく家族で来たりもします。あ、ご家族でそうなんですね。チャーハンも優しい味で美味しいです。これじゃあ。割りそば。2つね。担々縮れ4番。初めて入ろうよ。初めて入ろうね。
の唐揚げ。失礼いたします。お願いします。どうですか？美味しい。皆さんはよく来られるんですか？たまにだけど、ちょっと住んでるところが遠いんで、その子の水泳の競技の大会があって、それの帰りにちょっと寄ろうか。ミヨンさんのなんか魅力とかって何ですか？安くて美味しい。昔から来られてたんですか？そうですね、僕は10代から、僕もすぐ50なんですけど、10代から来てます。すごいですね、もう。はい、そうです。ありがとうございます。こういう紅葉セットは、カラメじゃないの？ね、まあ、いくらさんもごめんなさいね、お待たせしました。ホイコーローのセットと台湾ラーメンですね。ありがとう。置きますね。すいません。
大変だった時期とかってやっぱございましたか？楽しいですけれども、いろいろちょっと行き詰まることはあります。目標とか、目標をどうしていきたいか。もうそれこそ相撲じゃないですけれども、一日一番ですよね。そんな感じです。